我流です。今日はこのアームのお話をしようと思います。皆さんご存知のダイソーのシャットテールのアームです。2サイズあって、こちらは 88mm の大きな方ですね。今更説明する必要はないと思いますが、シーバスやヒラメ、マゴチなどのターゲットをバンバン釣る動画が YouTube 上でもたくさん上がってると思います。このアーム、ここにも書いていますが、専用のソルト用のジグヘッドに装着して釣るのが一般的で、場合によってはこのような普通のジグヘッドに装着して釣っている方もいらっしゃいますよね。しかしながら私の釣りの場合、ボートで50メートルを超えるレンジで釣りをすることがほとんどなので、なかなかこのチャンネルに登場する機会がありませんでした。このアームが深いレンジに潜むロックフィッシュやフラットフィッシュに対して良い仕事をすることは容易に想像できるのですが、いかんせんジグヘッドの自重では50メートルを超える海底に到達させるのは不可能に近いと思われます。もちろん重りを足して無理やり到達させることもできますが、見た目のボリュームや動きにちょっと問題がありそうです。せっかくなので我流玉などで使うシリコンチューブを通した平刃ヘッドを使ってシンプルな誘導式のジグヘッドを作れないか妄想してみました。妄想を重ねた結果、生まれ出たのがこの変なネジネジの物体です。原材料はダイソーのステンレス針金 1.2mm。 本来であればフックとラインをつなぐパーツなのでステンレス鋼線を使うのが理想なのですが、まずステンレス鋼線をこのように曲げるのが大変であること、そして針金であってもここまでネジネジすれば結構な強度があると思いますので、今回は針金を使います。その他に使う材料はシリコンチューブと我流玉でよく使うツインフック。材料はこれだけです。道具はペンチ、丸ペンチは必須ですね。その他にも押さえたり引っ張ったりするペンチがあれば便利です。もちろんダイソーで売ってるペンチで OK。 丸ペンチもダイソーで取り扱っているはずです。あと必要なのは螺旋を作るための固めのプラスチックチューブ。これはロリポップスティックというダイソーのお菓子料理売り場で売っている穴の開いた棒状のチューブです。代用品として使い切ったボールペンの芯やチュッパチャプスの棒部分なども使えますが、どれも少し口径が大きい。ダメではないのですが、ワームを装着する際少し難しくなります。できればロリポップスティックがいいですね。ちなみに大量に入って100円。バレンタインデーが近づくと店頭に並びますが、通常は在庫しない店舗がほとんどですので、見つけたら即買いでお願いします。では早速作っていきます。いつもの目見当で申し訳ないですが、約30センチでカットした針金のほぼ中央部分にまず二重の愛を作っていきましょう。コメントでよくいただくのですが、ペンチで愛をうまく作れないという方が多いようです。自分もうまくはないので参考になるか分かりませんが、コツとしてはとにかくこんな感じで丸ペンチの棒に巻きつけ、そしてこれ以上巻けないところで左右を入れ替えてまた巻く。また左右を入れ替えて巻きます。ステンレス鋼線ではなく針金なので割と簡単に作れるはずです。二重にしておけば愛が変形することはほとんどないでしょう。続いてこのネジネジ部分、自分は強度強化のつもりですが、ここまでネジネジする意味あるのかは正直よく分かりません。愛の部分をペンチで固定して巻きつける端ももう一つのペンチで固定、引っ張りながら巻きつけると自分はうまくできました。自分の場合は約7回巻きつけました。続いてシンカーのシリコンチューブに差し込む愛の部分です。イメージ的にはチューブに差し込んだ状態で逆さにしてもシンカーが外れないテンションを目指します。チューブの中にちょうど収まる位置でしっかりとテンションがかかる R で曲げます。
こんな感じです。ここでアイのついたねじねじ部分を少し斜めに曲げておきます。そして最後にワームにねじ込む螺旋ねじ部分。ここでロリポップスティックの登場です。このスティックを突っ込めるところまで突っ込み、ペンチでスティックごとしっかり挟み、巻きつける針金の端もペンチでつかみ引っ張りながら巻きつけます。先ほどの巻きつけよりは間隔を空け2周半巻けば OK です。スティックを引っこ抜き、いらない部分をカットすれば完成です。ご覧の通り、基本目検討でアバウトなので一つとして同じものはできませんが、よっぽど無茶苦茶な作り方をしなければ機能的には問題ないはずです。これにフックをつけてみます。私の場合はツインフックが好きなのでこれを採用していますが、ここはお好みのフックでいいと思います。セットしてみて気になったのがフックの暴れ具合。こうなっちゃうとちょっとまずいですよね。そこでシリコンチューブ、これをちょっと使います。このくらいで OK。 このチューブをアイの部分にかぶせます。この状態で先ほどのフックをセットすると、非常にお行儀が良くなり、おそらくフッキングの可能性がアップすると思います。実際にワームをセットしてみましょう。セットする前にちょっとワームに細工をします。どうしてもこの斜めの部分が邪魔なので、当たらないようにワームの先端をハサミでカットします。皆さんご存知の通り、このワームには差し込む目安としてあらかじめ穴が開いています。そこに軸を突っ込み、螺旋に沿ってねじ込んでいきます。これでワームのセット完了です。これは我流玉の動画についたコメントですが、もしかしたら他にもたくさんハンコ定式について理解されていない方が潜在的にいらっしゃるのかもしれません。その点でケアが足りませんでした。実際にラインと結んでハンコ定式について説明します。まずこのようにシリコンチューブを通した平ら刃シンカーにラインを通します。そして先ほど作ったねじねじの針金のこの部分にお気に入りの結び方で結束。そしてこの結んだ合いごとチューブに押し込みます。こうすることで重りを逆さにしても離れることがありません。このハンコ定式が良い理由、それはポールの際に重りがワームを引っ張ることでワームのテールがしっかりとアピールするからです。この点が誘導式とは異なる部分で、自分はフォール中のバイトがかなり多いと感じています。ではなぜ重りと針をこのような中途半端な方法でつないでいるかというと、魚がかかった時の負担を軽減するためです。多くの魚は針にかかると頭を振って針を外そうとします。この時針と重りが完全につながっていると、重りの重さで刺さっている部分の穴が広がり、割れてしまう可能性が高まります。このハンコ定式では魚が首を振った際にこのように重りが切り離されるため、重りの抵抗がなくなるのです。これにより割れにくくなります。このリグは通常のジグヘッドに比べてさらに重い重りを使用するため、自分としてはこの機能が必須だと考えています。通常市販されているジグヘッドは特殊なものを除き重いもので1オンス程度 30g 弱です。では今回のこのリグ、このシルエットで何グラムくらいあると思いますか？
測ってみましょう。この重さなら50メートルレンジのボトムに到達できると思います。シルエットもジグヘッドより少し大きい程度で、人間の私が見る限りではそこまでの違和感は感じません。もちろん平場と同じようにヘッドは水深や戦略とともに変更可能。ちなみにこれはタングステン製の 80g ですが、ダイソーの鉛製 60g、 こちらは鉛製の 150g、 ちょっと変わった鉛製 130g、 こちらはタングステンと鉛のハイブリッド 100g、 鉛製 60g、 タングステン製 80g と自由自在です。もちろん無になるアームも自由自在、お好きなものをねじ込んだらいいと思います。ワームとの接合部分はたった2周半の螺旋で大丈夫なのかよとコメントいただきそうなので、一応検証しておきますね。上がダイソーの専用ジグヘッド、下が針金ねじねじです。ワームを引っ張ってみましょう。この通りです。頼りなさそうに見えてもかなり強力、しかも背骨部分が短いとアームの動きも良いです。では早速実況行ってみましょうか。まずは水深48メートルの岩礁帯でロックフィッシュを狙います。よし来た。来たけどこれは小さいよ。生地はいはい、絵的に釣れたらいいです。はい、来ました。ちっちゃい。逃がします。そこの方に当たったけどな、今。漁船のやつがあるじゃないですか。あのタイプ。よし、乗った。乗ったけど、これもちっちゃい。同じサイズの、同じやつが来たんやない。地旗と同じような感じやと思う。あ、合格サイズ来ました。合格サイズ来ました。これいいよね。おお、綺麗に。皮一枚。そう。よし来た。アコの32センチぐらいの合格サイズです。うわー、これでかっ。合格ですか、これは。でかいね、このカサゴ。はいはい、いい感じで食ってます。高いしよかったら。はい。みよー。真ん中。よし。2回来た、2回。上げときましょうか。引きずりましょうか。いや、探し少し大きいね。いや、空気吸え。よいしょ。はいはいはい、もう大丈夫。はい、ありがとうございます。やったー。やりました。やっぱほら青やろ。これね、赤全く反応せんけど青は反応しましたよ。よかったー、釣れて。多分これでも釣れるんやろうな。ちょっとやっぱり一応尻尾をつけた方が ねじ込んでる。つけて食っていいとかおお。ああだらこうだら言うけ。水もどれぐらいいるかとかいろいろあるけね。全然違うけね。
よし来た。サゴシでしょうこれ。ケツがね。A ですか。いる方どうぞ、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 いる方どうぞ。ワーマー大きいのが釣れます。もうダメやろ。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと写真だけ撮れて。はい。綺麗ねこれ。綺麗綺麗。俺のジグついてない？ついてないね。カッターで持っていったやつじゃないんかお前。取ってこいって言われて。どうなっとんかお前ら一族は本当。あ来た。うわ外れた。うわあもう一回来た。あ来た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 。2回来るよワーム。まだ生き残ってたんでしょうね。いやこれちょっとでかいかも。これあれじゃない全然。これサゴシじゃない。絶対サゴシじゃないこれは。いややつやないです。いややつでもない。これ多分ヒラメやねこれ。一応もう用意はお願いしますね。ヒラメやないかな。重いだけ。重いだけ。さあなんでしょう。でも可能性はあるんですよね。変なところは変なとこにかかっとるサゴシやったらごめんなさい。お騒がせしましたって終わる。横にかかった土手っ腹にかかったサゴシやったらごめんなさい。いやいや負けんのやけどこれ。リーダー入った？リーダー今入った。もう見えるんやない？あそこあるあそこ。何？サゴシやっぱり。土手っ腹？土手っ腹？あ、亀甲縛りのサゴシです。お騒がせしましたどうも。ヒラメとか言ってごめんなさい。